皆さんこんにちは。レジン大好き小闇です。今日はレジンをこれから始めようと思っている方に見てほしい動画です。レジンは使い方を間違えるとあなた自身はもちろんお子様やペットなど身近な人にも悪影響を与える可能性があります。あなたの体や身の回りの方を守るためにも知識を身につけてからレジンを楽しんでください。それではレジンを始める前に知っておくべきこと5つ始まります。ティーキャップを作りながらレジンを始める前に知っておくべき5つのことをご紹介していきます。レジンを始める前に知っておくべきこと1つ目、レジンが素肌につく危険性。以前ねコメントでこのね手袋が気になるので手袋を外してほしいというコメントをいただいたことがあるのですが、私はこのね手袋をしないでレジン作業をすることはできません。なぜなら液状のレジンが素肌に触れると肌が荒れることがあります。レジンアレルギーという言葉を聞いたことがありますでしょうか。レジンアレルギーとは名前の通りレジンに対するアレルギーでね、液状のレジンが肌につくと肌が赤くなったりかゆみが出たり痛みが出たり、人によってね症状は様々なのですが、お医者さんにねかからなければならないほど症状が悪化する可能性があります。なのでレジンをするときはね肌にレジンがついてしまわないようにニトリル製の手袋を装着することをおすすめします。ニトリル製の手袋は薬品を扱うこともできる耐久性の高い手袋になります。一つだけね勘違いしてほしくないのは、液状のレジンは先ほど申し上げた通り危険性があるのですが、完全に硬化したレジンをアクセサリーなどに加工して身につける分には問題がありません。完全に固まったレジンはプラスチック製品とね同じ扱いをしていただいて大丈夫です。レジンを始める前に知っておくべきこと2つ目、レジンを固める時の危険性。レジンは化学反応を利用して液体樹脂から固体の樹脂に変わります。今回のレジンの場合はこのね液体に特定の波長の光を照射することによって固まるのですが、このね固まる時、つまりね化学反応が起きる時にガスが発生します。このガスは体にとって有害です。ガスを吸ってしまわないように固めている時に顔を近づけないのはもちろんですが、部屋をよく換気してマスクを装着しましょう。レジンを始める前に知っておくべきこと3つ目、ライトを直視する危険性。レジンは特定の光を当てることによって固まるのですが、そのね特定の光を発生するレジンライトというものが存在します。このねレジンを固める特定の光というのは目に優しい光ではないので直視しないように気をつけてください。UV カットのメガネをかけることをおすすめします。私は視力があまり良くないので普段からねメガネをかけているのですが、このメガネに UV カット加工をしています。メガネを作るときに5000円くらいプラスすると UV カット機能をつけることができるので、メガネを普段からかけていらっしゃる方は UV カット加工をすることをおすすめします。レジンを始める前に知っておくべきこと4つ目、硬化不良の危険性。レジンが固まるときに何かしらの不具合があるとレジンがうまく固まりません。具体的に言うと表面だけ固まって中が液体のままだったり、中も外もしっかりと固まっているのに触ってみると表面がベタベタしている、このような状態を硬化不良と呼びます。
硬化不良を起こしたレジンは絶対に触らないでください。硬化不良の原因はいろいろあるのですが、一例を挙げると、レジン液を厚く固めてしまったり、着色料をたくさん入れすぎてしまった、ライトとレジン液の相性が良くなかった、このあたりの理由が多いです。レジンは特定の光が当たることで固まります。逆に言うと、このね、光が当たらないと固まりません。光が当たりにくくなっていないかチェックすることで、硬化不良を起こす可能性をぐっと下げることができますし、私の動画を見ていただくと、このような時にね、硬化不良を起こしやすいという解説をしているので、よければそちらもチェックしてみてください。またこれからもね、硬化不良についてはたびたびね、話題に上げていきたいと思っているので、硬化不良の不安がある方はチャンネル登録をしてね、最新の動画もチェックしてみてください。レジンを始める前に知っておくべきこと5つ目、レジンがあちこちについている危険性。レジンを始める前に知っておくべきこと1つ目でご紹介した通り、手袋を装着していれば手にはレジンがつかなくなります。ただね、手袋にレジンがついてしまって、その手袋をしたままあちこちを触ると、そのね、触った箇所にレジンがついてしまいます。液体のね、レジンがあちこちについている状態はよろしくありません。そこでレジンがあちこちにね、つきにくくなる工夫と、あとレジンがついてしまった時に掃除することが大事になってきます。レジンの作業に夢中になっていると、作業台や服、それからね、床や家具にもね、結構ね、レジンが飛び散ることがあります。私がしている対策としては、作業台の上にはシリコンマットを敷いています。シリコンマットはレジン液が染み込むことがなく、さっと拭き取ることができます。また私の部屋は和室なのですが、レジンを床にこぼした時に畳の網目にレジンが入ってしまって拭き取ることができなくなるので、撥水性のあるフロアマットを敷いて、その上でレジン作業をしています。それから最後、服装なのですが、レジン用のエプロンを身につけてレジン作業をしています。このようにね、レジンがついても大丈夫な対策をしてあげましょう。で、あとは掃除の方法なのですが、掃除の方法についてはこちらの動画で詳しく解説しているので、掃除の仕方がわからないという方はこちらの動画を参考にしてください。今回はレジンを始める前に知っておくべきことを5つご紹介しました。1つ目がレジンが素肌につく危険性。2つ目が有害なガスが発生する危険性。3つ目がライトを直視する危険性。4つ目が硬化不良の危険性。5つ目がレジンがあちこちにつく危険性。レジンは手軽に売り物みたいなね、作品を作ることができるのですが、合成物質を使っていて、使い方を間違えると体にね、悪影響を与える危険性があるので、しっかりと知識を身につけた上で楽しんでください。そう、あなたの体はもちろんなのですが、レジン作業をしている部屋にいる人みんなに影響が出てくるので、体がね、小さければ小さいほど影響を受けやすいので、お子様やペットなど体のね、小さな生き物がいらっしゃるお部屋では作業をしないように気をつけてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。